皆さんは韓国の美しい港町、釜山にあるこのおとぎ話のような街をご存知でしょうか。 SNS を開けば必ずと言っていいほど目にする、今や世界中で知らない人はいないほどの大人気観光地。それが天川文化村、カムチョンムナマウルです。実際にこの場所に立つと言葉を失うほどの絶景が眼前に広がります。山の急斜面に沿ってまるでパズルのように規則正しく、そしてカラフルに並ぶ小さな家々。カラフルに彩られた街並みはまるで映画やアニメのような、どこか現実離れした美しさを持っています。その圧倒的な美しさと独特の景観から、いつしか人々はここをアジアのマチュピチュ、あるいは地中海の美しいリゾートになぞらえて、韓国のサントリーニ、釜山のアマルフィと呼ぶようになりました。現在では国内外から年間およそ280万人もの人々が押し寄せる釜山観光の絶対的なエースとなっています。しかしここで少し立ち止まって考えてみてほしいのです。なぜ険しい山の急斜面にこれほど多くの家が隙間なく建てられることになったのでしょうか。少しひどい言い方に聞こえてしまうかもしれませんが、歴史を巻き戻してみると、この街の原風景は決して美しくロマンチックな場所ではありませんでした。それどころか、一歩間違えればいわゆるスラム街として歴史の闇に埋もれてしまっていたかもしれない。そんなあまりにも過酷な歴史の陰からこの街は始まっているのです。この動画ではこのカラフルな美しさに秘められた避難民たちの苦難の歴史を取り上げます。国を挙げた大プロジェクトの光と影、そして崩壊の危機を乗り越えて住民たちが自ら勝ち取った奇跡の大逆転ストーリーを15分間でじっくりと紐解きます。第1章、歴史の暗闇。ただ同然の土地を求めた避難民たち。この町の歴史は今から70年以上前、1950年代に勃発した朝鮮戦争の時代まで遡る必要があります。当時、朝鮮戦争の激しい戦火から逃れるため、何百万人もの人々が南へと命がけの避難を続けました。その避難民たちが最終目的地として最後に流れ着いた場所がこの釜山だったのです。しかし、狭い釜山の町に突然押し寄せた膨大な数の人々を受け入れる土地などありませんでした。生き延びるために彼らが目指さざるを得なかった場所、それが誰も住みたがらないただ同然の険しい山の急峻地だったのです。生きていくために彼らは必死の思いで山の斜面を切り開き開墾していきました。家を建てるための木材や石を自らの足で山の上まで運び上げ、手作りで小さな小屋を建てていったのです。ここで彼らが生き抜くために生み出した驚くべき建築の工夫があります。それは背後にある家の視界や日当たりを絶対に遮らないように前の家と少しずつずらして建てるという住民たちの間で守られた暗黙のルールでした。お互いに過酷な環境で生きているからこそ隣人を思いやる。この知恵によって山の斜面に張り付くようにして、まるで段々畑のように階段状に家々が密集する世界でも類を見ない独特な集落が誕生したのです。しかし戦争が終わってもこの町の過酷な現実は変わりませんでした。天川カムチョン、ニホラと呼ばれるこのエリアは長年にわたり電気や水道などのインフラもまともに整わない低所得層の人々が肩を寄せ合って暮らす町でした。やがて時代が進み、韓国がハンガンの奇跡と呼ばれる急速な経済発展を遂げ、ソウルやプサンの中心部に高層ビルが立ち並ぶようになっても、この山の上の町だけはまるで時間が止まったかのように
取り残されていきました。家々は老朽化し、不便な暮らしを嫌った若者たちは次々と町を去り、残されたのは高齢者ばかり。空き家が増え続け、このままでは本当にスラム街となるかもしれない。そんな見捨てられかけたコミュニティになりつつあったのです。第2章、光と影。国が動いた大プロジェクトと観光郊外の絶望。消えかけていた避難民の町に2009年、運命を変える一筋の光が差し込みます。韓国の文化体育観光部、つまり国が主導した大規模な都市再生事業がスタートしたのです。その名も、夢見るプサンのマチュピチュプロジェクト。国やプサン市などの自治体が巨額の予算を投じ、行政が強力に主導する形で、この見捨てられかけた集落をアートの力で生まれ変わらせる大作戦が始まりました。行政の呼びかけによって第一線で活躍する多くの芸術家たちがこの町に集結します。そして彼らの指導のもと、地元の子どもたちや高齢の住民たちも一緒になって古びた灰色の壁に鮮やかな絵を描き、路地裏にユニークなオブジェを設置していきました。暗く寂しかった空き家は一つまた一つとおしゃれなギャラリーや体験施設へと姿を変え、行政とアートの力によって街全体が巨大なオープンエア美術館へと変貌を遂げていったのです。このプロジェクトは時代の波を完璧に捉えました。ちょうどこの頃、世界中でスマートフォンの普及とインスタグラムなどの SNS ブームが巻き起こったのです。この階段状に並ぶカラフルな街並みは SNS 映えを狙う世界中の若者たちの心に突き刺さり、瞬く間にインターネットを通じて世界中へ拡散されました。2012年にはアジア都市景観賞を受賞。行政の狙いは見事に的中し、天川文化村には国境を越えて信じられないほどの数の観光客が押し寄せるようになったのです。国と自治体が仕掛けた地方創生の完璧な成功物語。メディアはこぞってこの街の奇跡を称賛しました。しかし、この急激すぎる大ヒットの裏で、街の日常は恐ろしいほどのスピードで崩壊を始めていたのです。忘れてはならないのは、ここはテーマパークではなく、住民が暮らすリアルな生活空間だということです。それなのに、毎日数千人、数万人の外国人が路地にあふれ返り、朝から晩まで大声で騒ぎ、ゴミを捨てていく。さらに事態は深刻化します。良い写真を撮りたい、中を見てみたいという好奇心から、観光客が勝手に一般の民家の玄関ドアを開けて中を覗き込んできたり、他人の家の屋根に勝手に登ってポーズを取ったりするトラブルが多発したのです。高齢化が進む住民たちにとってそれは恐怖であり、耐え難いストレスでした。プライバシーなんてもうどこにもない。怖くて玄関の鍵を開けられない。静かに眠ることもできない。街はきれいになり、世界中で有名になった。けれど、そこに住む人々は激しい観光郊外オーバーツーリズムによって精神的にも肉体的にも限界を迎えつつありました。多くの観光地がたどる悲しい運命と同じように、天川文化村もまた観光に消費され、疲れ果てて中から崩壊していく街になる一歩手前まで追い込まれてしまったのです。第3章、大逆転。住民たちが覚醒し、自ら作った真の便益。しかし、天川文化村が世界の都市再生の歴史において本物の奇跡と呼ばれている理由は、ここからの住民たちの行動が他の観光地とは決定的に違っていたからです。彼らはただ泣き寝入りしたり、行政に文句を言って諦めることをしませんでした。住民たちは自主的に管理する組織を
2010年に立ち上げます。行政が作ってくれた観光地ではあるものの、これからは自分たちの生活は自分たちのルールで守る。そして観光でもたらされる利益は外部の業者ではなく自分たちのものにする。こうして住民たちによる命がけの大逆転劇が始まりました。彼らが起こしたイノベーションのポイントは主に3つあります。1、利益を町へ 100% 還元する村企業の設立。まず住民協議会は自分たちでカフェやお土産ショップ、駐車場、ガイドマップの販売など計11カ所の事業所を自ら運営する村企業を立ち上げました。通常観光地が有名になると大手の資本や外部の業者が入ってきて利益を横取りしていきますが、ここではそれを拒否したのです。さらにショップで働くスタッフには原則として地元住民を最優先で雇用しました。これにより観光がダイレクトに地域のおじいさんおばあさんの仕事と毎月の収入になったのです。2、暮らしの質を跳ね上げる地域福祉への再投資。そしてここからが最も感動的な仕組みです。この村企業で稼いだ観光利益はすべて町のインフラ改善や福祉に再投資されました。急斜面で家を直すのにもお金がかかるため、老朽化した家屋のリフォーム費用を村の予算で支援。さらに1950年代の避難民集落がルーツであるため、家の中にお風呂がない古い家が多く残されていました。そこで協議会は観光利益を使って住民専用の共同浴場を設置したのです。また高齢者が重い洗濯物に困らないよう最新の洗濯機を備えた共同洗濯場も運営し始めました。当初は観光客なんて来るなと怒っていた住民たちも、自分たちの生活が観光の利益によって目に見えて便利に豊かになっていくのを肌で感じることで、観光客が来てくれるのは自分たちの街が良くなるありがたいことなんだと少しずつ理解を示し歓迎するようになっていったのです。3、住民による徹底したマナー管理とルール作り。住民協議会は観光客と住民の仲介役としても機能しました。住民自らが案内役として街の要所に立ち、混雑をコントロール。居住エリアの入り口には写真撮影禁止や屋根に登らないでくださいという分かりやすい看板を徹底的に設置しました。ドローンについても民家の近くを飛ばすことは禁止されています。個人の不満を放置せず、地域全体の課題としてみんなで共有し、観光客との適切なディスタンスを住民自らの手でデザインしていったのです。もちろん今でも外部から入ってきた店舗と地元住民とのバランスなど細かな課題はあります。しかし新しくお店を開いた若い世代も共生のために毎朝お店の前を掃除すると語り、自宅兼店舗で自作の小物を売る地元住民も他のオーナーたちとうまくいっていると話すなど、時間をかけてお互いをリスペクトし合う美しい共存の形がこの町には根付いています。第4章、未来へ。韓国政府さえも動かした持続可能な未来。最初は戦火を逃れた人々が必死に命をつなぐために作った段々畑のような集落。それがアートで生まれ変わり、観光の荒波に揉まれ傷つきながらも、最後は住民たちの強い絆と知恵によって暮らしの中に観光が共存する奇跡の街へと進化を遂げました。この天川文化村が成し遂げた成功物語は今、韓国という国全体をも動かす新たなステージに突入しています。韓国では2019年に観光客が増えすぎて住民の暮らしが脅かされる地域を守るための法律が作られました。すでにソウルの有名な伝統家屋エリアである北村韓屋村などが指定され、
訪問時間を制限することで住民の生活を守る成果を上げています。そして2026年現在、ここ天川文化村もまたこの特別地域への指定に向けて自治体と準備を進めています。5章エンディング。見た目がカラフルで映えるから美しいのではありません。そこにある過酷な歴史を乗り越え、押し寄せるトラブルを自分たちの知恵と絆で地域みんなの幸せに変えた住民たちの生きていく強さが詰まっているからこそ、天川文化村はこれほどまでに世界中の人々を引きつけるのです。観光は地域を豊かにする力を持っていますが、人々の生活との摩擦は避けられません。だからこそ誰のための観光なのか、どうすれば共に生きていけるのかを住民、行政、そして私たち観光客が一緒に考えていくこと、それこそが旅を本当に素晴らしいものにする鍵なのではないでしょうか。皆さんも次にこの美しいグラデーションの坂道を歩くときは、ぜひこの地面を必死に切り開いた人々の歴史と、今もこの街を笑顔で守り続ける住民たちの温かいストーリーを肌で感じてみてください。このような事例は日本でも活用できるはずです。過疎に悩む日本の地方創生にも役立てるべきだと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。登録がまだの方はぜひ登録して応援してもらえると嬉しいです。それではまた次の美しい街でお会いしましょう。Goodbye. See you again.